こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますのでそちらもぜひ見てみてください。でまたこの WebX のチケットに関しては5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくとさらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り、界隈の状況を見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコインテープのフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス 0.45 億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはグレースケールの GBTC がマイナス 1.0 億ドルに対して、ブラックロックの IBIT がプラス 1.0 億ドル、フィデリティの FBTC がプラス 0.34 億ドル、他が B 対流入となっています。これで全体での連続純流入記録は11日連続で記録更新となっています。今週はプラススタートとなりましたね。で一方、香港の ETF は、ファーサイドの数値がついに更新されなくなったんで、ソーソーバリューの方を見るとですね、ビットコインは1日あたり8枚の純流入、イーサは1日250枚の純流入となっています。ビットコインは56万ドル、イーサは100万ドル規模の流入となってますね。今までずっとゼロが続いてましたが、イーサの流入が目立つようになってます。あと ETF 関連では ETF を含めたデジタル資産投資商品の累計流入額が149億ドルに到達と3週連続での流入と年初来最高を更新したことで話題になっています。最近のスポットイーサ ETF 承認の恩恵や以前と比べると仮想通貨業界が世間から注目されているのが要因とされています。世論調査に関してはこの後取り上げますが、こちらも今後さらに伸びていくのか注目となっております。またオンチェーンの方ではマウントゴックスのコールドウォレットが5年ぶりに動き出したのも話題になってまして、合計14万 1686BTC、ドル換算で90億ドル相当のビットコインが送金されています。時間帯的にこれが昨日の急落の要因と見られてますね。送金された当初は未知のウォレットへの送金で市場も警戒が走ってたんですが、その後マウントコックス元 CEO のマーク・カルプレスからですね、債権者返済の準備をしているという声明が出されまして、市場も落ち着いた展開となりましたね。マウントゴックスの返済も大きな売り圧ファンだとされてますが、これらも今後どのように影響してくるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在6万9000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、オーストラリアの小売売上高が予想の 0.2% に対して結果が 0.1%、米コンファレンスボード消費者信頼感指数が予想の 96.6 に対して結果は 102.0 と、米コンファレンスボードが今年1月以来の予想を上回る結果となってまして、ドル高金利上昇要因となっています。要人発言の方では、ミネアポリス連銀総裁カシュカリ氏のインフレ率は横ばいで推移しており、利下げを急ぐ必要は見られないと、利上げを選択肢から排除した人はいないと思うという発言からですね、こちらも金利上昇要因となっています。米国債金利が 4.56 を推移しておりまして、ナスダックが 18,860、S&P500 が 5,300、ダウ平均が 38,850、キングゴールドが 2,356 ドル、日経平均が 38,700 円、ドル円が 157.3 円となっております。個別株の方ではマイニング企業のライオットプラットフォームが同じくマイニング企業のビットファームズの買収を発表と、ビットファームズの株価がプラス 9% と上昇しています。また他ではヘルスケア企業のセムラサイエンティフィックが企業の準備金としてビットコインを購入する計画を発表してまして、4000万ドルで 581BTC を購入したと発表されています。株価もプラス 24% と急騰してますね。また先日ビットコインの購入で話題になったメタプラネットですが、そのメタプラネットの子会社レッドプラネットホテルズジャパンが破産申請をしたのも話題になってますね。現在株価は下がってますけども、こちらも最終どのように着地するのか注目となってます。あとはゲームストップ株の反発も話題になってます。1日でプラス 25%。この影響からか仮想通貨市場の調整していったミームも再度反発してますね。キースギルの X アカウント、ローリングキティは5月18日で更新止まってますけども、こちらも再度動くのか注目ですね。ビットコインの先物の方では OI が全体でプラス 1.4%、額として342億ドル相当と、昨日からさらに増えています。比率としては全体ではロングが 51.4%、バイナスミはロングが 63.1% と上寄りになっています。今後の指標としては本日5月29日にドイツの消費者物価指数、米リッチモンド連銀製造業指数、5月30日に南アフリカ中銀政策金利、アメリカ、スウェーデンの実質 GDP、ユーロの景況感、雇用統計、5
5月31日に日本の雇用統計、中国の PMI、ユーロの消費者物価指数、米 PC などが控えております。市場全体で見るとですね、米金利上昇も他指数は耐えている状態、仮想通貨市場単体で見たら、マントゴックスの売り圧懸念が再浮上している状態なのかなと思います。ビットコインのチャートだけ見たら、昨日のマントゴックスのファンだから一時67,200ドルあたりまでつけてますが、時間足ではちょうどそこあたりで反発した形になりました。ここから再度7万ドルの攻防に行くと非常に強い形に見えますね。ETF の流入も週をまたいでも全体でプラスとなりましたし、上がる条件が揃って先物も一時的に上掛けが多くなったのかなと思います。上は7万ドルの攻防を抜けられるかどうか、下は6万7000を下抜けした後ですね、6万6000の攻防で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。ポラリティシェアーズのレバレッジイーサ ETF が米国で初めて取引開始されるのが話題になっています。取引開始日は6月4日、倍率は2倍となっています。ポラリティシェアーズの最高投資責任者バートン氏はですね、スポット ETF の詳細は現在 SEC と調整中だが、レバレッジイーサ ETF の立ち上げは SEC が仮想通貨関連 ETF への関心を高めていることを明らかにしているだろうと語っています。取引開始後の取引量で再度話題になるのか注目ですね。イーサの価格は現在3850ドル、BTC 建ては 0.0560 と昨日からさらに上がっております。デリバティブ市場の方ではイーサオプションが依然コール優勢になっているのが話題になっています。5月満期を見るとプットが目立つんですが、6月以降の全体を通して見るとですね、未だコールが優勢となってますね。先物の方では Y が全体でプラス 0.3%、額としては164億ドル相当、昨日の増加からキープしています。比率としては全体ではロングが 51.2%、バイナス目はロングが 65.1% と、こちらも上寄りになっています。BTC 建ても比較的強く残っています。現物 ETF 取引開始まで強さ継続になるんですかね。チャートだけ見たら上は4000の攻防を上抜けできるかどうか、下は3600の攻防で耐えられるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。グレースケール傘下のハリスが実施した大統領選の有権者を対象にした世論調査が話題になってまして、有権者の 33% がデジタル資産への対応が候補者の支持に影響すると回答と、また有権者の 77% が大統領候補は暗号通貨を知っておくべきだと回答したとされています。これは完全に仮想通貨側が行った調査なんで、この結果を鵜呑みにはできませんけども、昨日もポリマーケットなどの家計市場でですね、トランプ支持が優勢になっていることが話題になってました。仮想通貨デジタル資産へのアプローチが大統領選の勝敗を分けることになるのか注目ですね。あとは元 FTX 幹部のライアン・サラミに懲役7年6ヶ月の判決が下っています。3年間の保護観察処分と500万ドル以上の賠償金も命じられています。米連邦検事のウィリアムズ氏はですね、ライアン・サラミは違法な政治的影響力と無認可の送金ビジネスを通じて FTX アラメダリサーチおよび共謀者の利益を促進することに同意したと、これにより FTX は違法運営によってより早くより大きく成長したと、サラミの2つの重大な連邦犯罪への関与はアメリカの選挙と金融システムの安全性に対する国民の信頼を損なったと、本日の判決はこのような犯罪の重大な結果を強調するものであると声明を出しています。SBF が懲役25年ですから、それの3分の1以下の懲役ですね。先日トランプがですね、シルクロード創設者のロスの原型を公約に掲げてましたけども、FTX 関連の原型とかも考えてるんですかね。さすがにこの辺の線引きはできてそうですけど。あとここからアルト関連ですね。ソラナの SIMD0096 提案が承認されたのが話題になってます。これも現在の私の理解で説明するとですね、今までのソラナのトランザクション手数料は 50% がバーに回されて、残りの 50% がバリデータ保守に回される仕様になってたらしいんですけども、この SIMD0096 案はですね、トランザクション手数料の 75% をバリデータ保守に回すことが選択できるようになると。で、そうすることでトランザクションを迅速に処理することが可能になるといったようなことが書かれてるんですけども、もし間違ってたらすみません。ソラナ詳しい人に聞いてみてください。でもこの説明を見るとですね、その客観的に見たら 75% 報酬に回すということはバーンが 25% ということになりますから、単純にソラナのデフレが弱くなる仕様ですよね。このあたりは今後価格に影響してくるんでしょうかね。ソラナの価格は現在170ドル、BTC 建てはプラス 1.2%、時価差が5位ですね。長期ではそこを守りながら右肩上がりの形になってますが、このまま上へ迎えるのか注目ですね。あとは ENS が L2 チェーンの移行案を含めた V2 アップグレードの提案を発表しています。L2 への移行によってガス料金の削減、スケーラビリティの向上、サブドメインの管理など、新たなプラットフォームによる新機能などが期待されています。ENS 側はですね、
EIP4844 のリリースにより、ETHREUM ベースの L2 ネットワークは大幅に手頃な価格でスケーラブルになり、提案の大きな要因となりましたと。V2 では .ETH の管理に階層型レジストリシステムが導入され、消費者はコインのレジストリにアクセスして、サブドメインを管理したり、リゾルバーを設定したりできるようになりますと声明を出しています。ENS の価格は現在26ドル、BTC 建てはプラス 3.0%、時価総額120位ですね。ビタリックに押されてから久しぶりの単独パンダとなってますが、こちらも AT 値迎えるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。